いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すんごい量ですよこれ。そんなでかくないよ。めっちありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫ですか？お待たせしました。ありがとうございます。ブスランチです。おはようございます。よいしょ。よいしょ。番が遅いから。嫌なんです。さあ。この天気があんまようないね。そうですね。僕はもともとフランス料理をしてたんですけれども、父親もそこで働いてたんですけれども、その会社が倒産したんですけど、そこからホテルに行って、そのホテルを辞めて東京の方に行って、またずっとフランス料理を修行してて、で10年ぐらい前に神戸のレストランと結婚式場が一緒になった北のガーデンというところに帰ってきて、そこで副料理長をずっとやってまして、父が亡くなって、母が病気になって、病気は治ったんですけど、家でずっと元気なくおるんですね。誰とも喋らへんし、元気だけが取り柄やった母が元気なくなっていったんでね、それでやっぱり母は仕事をしといた方が元気なままの母でおるんで、なので一緒にやろうという決断をして一緒にやり始めたということですね。51年51年。丸々経ちましたんでありましたね。僕は生まれた頃からあったんで、初めから2人で、それでちょっと一人アラブの人とかお手伝いしてくれる人がたまに、ほとんど2人です。それも晩遅くまでやってました。10時くらいまでやってましたね。亡くなったのが5年前やからね。それからその1年前ぐらいはできなかったからな、6年ぐらいは6年ぐらいはしてないね。母だけでやってた時がありますからね。だから一人でね食べれるようにしたから、じゃあここに置いて自分で勝手に入れてもらって、お味噌汁も勝手に入れてもらって、おかずだけ取って自分で取っていうような、もうセルフの形式取ろうか言うて、そんなのがいいん違うみたいな、その持って行ったりねするよりか、そういうのを初めしましたよ。なるべく手を自分のあれを動かさないようにして、一人やから。他を見てない時はないんかな、このお店を。同じ年代にしたらえらい目に遭ってますよ私はこの年代にしたらね、案外ね、もう働きすぎ仕込みをやっとったら大体12時は回るな、1時ぐらい。こちらはこちらの担当があって、私は私のその一品とかかす汁とか関東炊きとかそういうのを作らないあかんからね、こちらはもう全部スープとかでんぷせなあかんから、別に仕事は別々なんですけど、もうずっと一緒です。もう終わるまでね。でそれから終わってから掃除やからね
昨日も休みやったけど1時ぐらいまで仕事しとったから夜ね全部仕込みをしてたんですよ。うちのメインは一番よく出るのはカツ飯が一番よく出るんで、カツ飯のお肉をやったりとか、こういう唐揚げとかね、こんな感じでやっております。すごい旨味がある唐揚げになっています。あとはラーメンです。これがラーメンのスープ。ラーメンのスープです。昨日から出汁を出しといて、それに豚骨と鶏ガラとを入れて、で最後に野菜をやって作ります。うちのラーメンのスープは。よいしょ。よいしょ。これは待ってくるお客様のお茶です。コップ持っていった？こうもう昨日から言われてる人がおるってね、予約というか。お客様ははい。結構並ばれるんですか？たくさん。並ぶ時は10人20人ぐらいは待ってもらう時があるので、ありがたい話で皆さんこんなところにね来ていただいて。持ってみましょうか。さっき缶コーヒーあげといたら当たり前。冷たいです。これは今日のまかないなんで。よいしょ。これから出た仕事でね。何のおかずでもね、買うてきたものそのままじゃなしにちゃんごぼうとかそんなんでも自分で切って、焼き豚とかそんなんでも全部自分がしそれ時間がかかるからね遅くなってしまうんやけどね、やっぱそれがいいかもしれへんね、手間かけるいうことが。継ぎ足しのやつはカツ飯のデミグラスとかは継ぎ足しでやってますし、焼き豚のタレもそうです。関東だけとかの出汁とかはずっと継ぎ足して使ってますね。全部継ぎ足しのものですね。今一生炊いて、それでまた上で。漬物はね全部私がつけてるんです。今日はね白菜とねかぶの葉っぱとで大根の葉っぱを一緒に混ぜてつけて、あとはこの上にたくあんのせるんですよ。やっぱこういうお漬物もねみんな好きみたいでねつけてるのを言うて。なくなったらうちの営業ができない。スープはもともとレシピがなかったんですけど、父が走り書きしてるやつからたどって自分がもう父の味が覚えてるんで、それをこう研究しながらね。
川クジラが入ってるの。この黒いのが川クジラです。大根、人参、こんにゃく、ちくわ、揚げ、小芋。いい味がこれで塩分が出てるから薄い味じゃないんですね。これだけでももうご飯のおかずになるようにしてますから。昨日の晩から予約して朝仕上がるように一升一升仕掛けといて、それで今一升一升炊いて、それでまた上で炊きます。土曜日日曜日やったら10升ぐらい、1頭ね、大体平日で大体、6升から8升ぐらいの間かな。キロで言うたら大体15キロとか。1日でですか1日ですやっぱりお米が代が同じ値段のものもあるので、定食とかのご飯は食べ放題にしてるので、夏飯のご飯も大中小と分かれてて、なくなったらうちの営業ができなくなってしまうんで一応お客様を迎えるために目いっぱいは炊いてるんですけど、ご飯がなくなったら途中で炊くことはできないんで、それで終わりっていうことになってるんで、なんとか足りるようには頑張ってやってます。これは肩ロースです。豚の肩ロースです。いらない油を落としてます。スープの中に入れていくので、よし。スープも美味しくなりますし、もちろんこの肉自体も野菜の味とかも入っていくので、後でまたタレで煮込むんですけど、その前にまず柔らかくしていくのがですね、醤油で煮込んでいってしまうと身がどんどん締まっていくんで、なので初めにこれで煮込んでいきます。脂身のねあまり多くない、ももの中でも中心部分なんで希少なお肉ですね。柔らかい部分。柔らかい部分ですね。一番しっとりしてるというか、ステーキで食べても食べれるようなところなんで、ただ脂身が少ないから多くないというか、さっぱりしてるように、わざとカツ飯なんで油で揚げるもんなんでね、そういうお肉を使ってるんですけど、油っぽいお肉を使うとどうしても中から油が出てしまってご飯とかソースと合わないと思ってるんで。カツ飯が一番人気。そうですね、一番中華食堂ですけどカツ飯も出してるので、提供も早いんで余計かもしれないですね。これだけあります。これがカツ飯用のカツですね。これで50人前なんで100枚あります。100枚。はい、100枚あります。基本的には夜ですね、深夜まで仕事しているので、昨日1時とか2時ぐらいにやってる分ですね。で少し寝かしてる方がパン粉が、しっとりしてクリスピーに上がるんですよね。なので少し寝かしてあげた方がと思って前日に、夜に仕込むようにしてるんですね。衣が剥がれにくいというか、しっかりひっついてくれるんで、よく家庭とかでやったら間に空気が入っちゃってバッて膨らむことないですかね、カツやってたら。それを防ぐために衣と、お肉をひっつけるために前からやってます。少し寝かしてる方がいいのかなと思います。今回多いですよ。というか、深夜まで仕事しているので、深夜までもこれが
の1時とか2時ぐらい。これは、カツ飯のソースですね。デミグラスをベースにしたカツ飯のソースになります。加古川のねソウルフードなんですけど、カツとご飯とデミグラスベースのソースを一緒にかけて食べる B 級グルメですかね簡単に言えばうちの一番人気の商品になってるんですけどですね、50年前からやってるんですけど、50年前からの継ぎ足しのソースなんですけど、それをブラッシュアップして今のカツ飯になっております。お米多いでしょ。めちゃくちゃ多いですね。初めにあれ一緒炊いてるじゃないですか。でそれを先に取っといて、あれはもう焼き飯用なんですよ。でその後今からは営業に使うご飯を一升一升と上の部分とね。それぐらい結構しっかりめに立てます。はーい。ほら。大体80人ちょいって考えてて、土日は100人前ぐらいは作ってます。カツ飯もヘビーなものなので、お口直しというか、で生クリームが結構いいやつなんで美味しいです。来られたお客様1人につき1個つけてる感じになるので、サービスみたいな感じで。よかったら食べてみてくださいよ。ありがとうございます。出来たてのフルサラダ食べることまずないんで。厚揚げ。はい、副菜で使うやつですね。これは付け合わせ全般に使います。カツ飯もそうですし、唐揚げとか、あとはチョコレートセットとかのパスタとかにつけるやつなので、だいたい1日に1キロから 1.5 キロぐらいは使いますね。付け合わせを何かつけてあげたいで、サラダだけやったら物足りないと思ってたんで、僕の中では冷めても美味しく食べれるものって考えて自分が出してあげたいなっていうのはパスタとかだったんで、今はお客様が気に入ってくださっているのが和風のアーリオオーリオっていうパスタをしてるんですけど、それを今はずっと定番として出してます。油にニンニクとか、ネギとか、プリンの豚。来た。あ、そう、早いした。早っ。来た。お母さん、これはおでん。盛り合わせ、巻き返りの。これ
ねやっぱり YouTube とかいろんなんで紹介されてるから持ち帰りが多いんですよね。ひねポンとでこの関東だけはよく出ますけど、チキンはね薄い味じゃないんです。割と濃いめの味でこれだけでも食べれるような味にしてます。よく旬でるのが好きでいう方はもうこれにこれ1人前ですね。今度ラーメンとこういうセットもあるからラーメンとおでんのセット。があるんですよ。好きな人割とちょこちょこ入れてですよ。これはラーメンの香味油ですね。ニンニクとか、ネギを煮出してるというか。自家製もちろん全部作ってますよ。風味も良くなってプラスアルファラーメンの油分というか油分が出されるんでコクが甘みとかコクとか増すと思います。これで先に塩コショウの先にすることによってお米にしっかりと塩の味とかをのせるように軽く先に炒めてます。一粒一粒に味をしてあげたいっていう感じですかね。一升4合ぐらい一升4合ぐらい。を今炙ってますね。これが多分今日で予想の、焼き飯ですね。まあ日によって違いますけどね。これはね、水餃子で定食につく分で、こっちが焼き餃子です。離すね。
これも醤油です。だし醤油になります。今のは。岡田さんのお持ち帰りがすごいですね。シャワーで行ってます。しょっぱなこれか。5個と2個とあります。5個。ここにが1つ。ラーメンが大それ。そうね、ラーメン代でご飯がなし。オッケー、了解。あ、もう営業よろしいですか。いいよ。はい。ごめんって。はい、特にいえ、そんなんどうもないですよ。はい。お待たせしました。お待たせしました。お体様どうぞ。どうぞ。お待たせしました。そこで早くして昼に10時から仕事やからさ。遠いな。マジで。4倍だったら全然いけるよ。お母さんおでんとラーメンのおでんお願いします。フライパンくれへん。はい。普通のあれで透明のやつで、大とか中とかそれ聞いといてもらって。
カリカリでドレッシングよろしくカツ煮のご飯入れといてくれる。入れます。なんでカツ飯はお一人様一人前と、あとはできるもの唐揚げとかね、そういうものとかは表に書いてるんですけど、それは一応受け付けてるんですけど、これな、これカツ煮。はい。あ、かんの？はい、カツ煮定食です。はい。はい、ご飯おかわりできます。カツ煮はね、乳製品を入れたラーメンでモーモーです。はい。とりあえずは。はい、とりあえず全部はい、トマト。お母さん、あともうラーメン入ってな。麺開けといて。お疲れです。これやな、一発目。ラーメンと焼き飯のモーモーラーメン変更ですね。はいありがとうございますお待たせしました。はい、ありがとうございます。乗せたよ。味噌汁入れた？一緒に乗せた。あ、一緒に乗せて。何回ぐらい来られたんですかね、千成亭さんには。5、6回ぐらい。お二人様、どんなもの注文されました？カツ煮定食カツ煮定食。とラーメンセットのモーモーラーメンに変更してお味どうでした？美味しいですファミリー感がある感じですよね。ちょっとアットホームあ、というか。そうアットホームです。こんな感じです。
らっしゃいませ。お母さん、ラーメンのチャーシューちょうだい、そこから。テーブルに並んでます。はい、お願いします。初飯中のお客様お待たせしました。まだ表いらっしゃる？こう空いてんのっていうぐらい狭いからびっくりそうやね、今ここ通って通るとき大変ですね。だからね、火がねもうすごいちょっとお尻に当たって火が消えたりねする怒られる。お母さんこれはい。はい、お願いします。ないね。はい。はい、ラーメンをお待ちのご飯なしで。はい、かつめし。ちょこっと。ちょこっとパスタね。また次、これで一応全部いったから今のところは。カウンター5のってとことはい、チョコットセットのお一人様。はい、ありがとうございます。助かります。お願いします。怒涛ですよ。まだあれやから初めやから。調理はもう一人で。基本的には。でもまあみんなが手伝ってくれてるんであれですけど。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお時間かかりますけど、いいですか？わかりました。はい、わかりました。かつめし中と用意のないのかす汁変更で。はい、はい。ちょっとだけさっき買っちゃって。はい。どうでした？ほんで水餃子が1、2、3。で天津飯が1個取ってます。はい。水餃子結構出ますね。水餃子ね、ちょこっとなんかとか天津飯とかつけてるから割と出るんですよ。そこ毎日割としてるんですよ。ちょこっとの水餃子は家でね巻いてるんです。昔からですか？そうです。もう餃子も全部前からもう50年ぐらいずっと同じ味です。これはもうほんまに味は変えてないです。ありがとうございます。ありがとう。まずは天津飯のあれだ、パスタチャーシュー。はい、いらっしゃいませ。
しゃいませ。はい。水餃子お願いしますはい、もらいますまだ入られてないです。まだ。ガス汁まだです。また入る。でもカニラーメンと焼き飯のお客様どうぞお待たせしました。1と1の量ね。1と1のお母さんごめん。はい。この2つください。はい。でもお父さんこの人ちゃうの？唐揚げ2個で、じゃあこれ3つ。これがまずこれが単品の5個の唐揚げ2個で、これなんかお母さんは小鉢を適当に分けてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね。ありがとうございました。食べれそう？お母さんごめん。コーンスターチください。もっともっとガーッと入れて、もっと入れて。オッケーオッケー。こっちも入ってる？ありがとうございました。角煮もらえる？はい。そのまま置いて、そのまま置いて。この間見たけど、すごいすみません、天津飯のお客様お待たせしました。すごいボリューム。さっぱりやんだ。第1点。いや、すごいボリューミーですね。めっちゃボリュームで。めっちゃ美味しい。何が入ってますか？天使、卵入ってますね。ちょっとよろしいですか？半熟入ってる。天津飯の上にチャーシューと角煮とゴロゴロに入ってる。めっちゃさっぱりして美味しいです。さっぱりしてる。さっぱりします。全然くどくない感じ。くどくない感じ。僕は何回か来て、こっちは初めて。はい。まあ地元やろ。この辺住んでるんで、でも最近ちょっとなんかここに県外からでも来るようなお店があるみたいなので知って、気がついたらもうすごいいろいろ取り上げられてるようになったみたいな。いやもう全部ボリューミーでそっち食べても美味しいですし、もう片方でも満足なんですけど両方食べると倍満足でまた2人ですね。黙っていい感じしてる。天津飯。天津飯ですね。あれはね、ご飯の中に卵が入ってて、オムレツをベースにした、天津飯で、豚の角煮とチャーシューと乗せてます。すごい肉々しい天津飯です。黒いソースは竹炭で使ったソースなんです。角煮のソースを竹炭で黒くしてます。めっちゃ出るんですか？めっちゃ出ますよ。ボリューム。全然出ますよ。出へんことはないと思ってた。
お待たせしました。ありがとうございます。さつ飯中カウンター3、4。味噌汁。あ、かす汁あと1個お願いします。水餃子と。水餃子。はい。2個ずつ出して。2個ずつ。はい。じゃあ、水餃子3つ。はい。と半分が2つ。顔の5、6個入ったな。全部。はい。出ました。間違いなくそれは。はい、用意ドン。ありがとうございます。お待たせいたしました。すみません。ありがとうございます。お待たせしました。用意ドンのごめんなさい、後ろから申し訳ないです。ごめんなさい、後ろから申し訳ないです。はい、どうぞ。焼き飯、とんかつ、唐揚げ。そうです。それが用意ドンのセットです。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ギリギリごちそうさまでした。お疲れ様です。次、大お願いします。ありがとうございました。お待たせしありがとうございました。顔拭いとき。ごめんなさい。美味しかったゆうちゃん。美味しかった？ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。反対見てみ。いいの。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。いっぺんに大丈夫。いや、2個やね。2個ね。すごい量ですごい。これで中です。これ中切ったやつ。じゃ切ったやつ。はい。普通の中出ます。はい、どうぞ。から置きますね。お待たせしました。美味しいね。結構早い時期に何度か来てたんですけど、今もこの状態で並んでるからね、なかなか来られないんですよ。普通とんかつですやんか。だけどこれは牛カツやもんね。だから薄い牛カツでご飯でデミグラスソース。ソースが味噌ですよね。量かなりボリューミーやと思うんですけど。そうだね。久しぶりに食べてちょっと、苦しいね。どうもありがとうございます。みや様。みや。私水餃子。料理いけます。これ天津飯もいけます。今日はこれ一つ。あれある。天津飯そう。唐揚げほら入れといてな。もうないで。2個のやつもあるから気をつけてな。
はい、いけます。次にね。ちょうどこういうぐらい天ぐらいでいってもねぐらいでありがとうございました。カツ煮定食のお客様、ご飯のサイズが大中小選べます。いらっしゃいませ。お母さん、天津飯通ってます。用意と多いんですよ。用意丼だらけじゃないですか。だから焼き飯すぐなくなりますからね。どれどんで大中小選べるんで、大って言われたら結構もりもりなんですぐなくなっちゃう。2つか。大どっちも大か。はい、お願いします。はい、よいよ。すみません、失礼します。後ろから失礼しますね。すみません。どういうのがいいになります。すみません、でした。ありがとうございました。ありがとうございます。これまた飲んでくれる。お母さん、ラーメンとおでんのやつできてます。おでんください。おでます。あ、おでん大よ。あ、おでんとラーメンだ。やっぱり男の人が食べにくいです。レディースセットって食べにくいやん。その人しか食べられへんやろ。だからちょこっとセットにしたんです。でも時間無理だから。いや、そんなでかくないよ。多くはないんやけど。自分の中では。多いから。多くないです。多くないです。200円のお菓子になります。どうもありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。久しぶりやな。カツ飯大にする。普通やったらいけるんだ。中華までしときよ。それでいいか。それでしょうか。サンキュー、ありがとう。29年ぶりやからね。29年ぶりなんですよ。カツ飯中。なんで知ってるの？あったよなかった。今日たまたまだったんですほんまのたまたまで昨日一昨日ぐらいに明日行くわみたいな感じで。高校時代の高校の同級生です。仲良かったんで。あってなかったんです。全然会ってた。29年ぶりですもん。30年会ってないっぽくないぐらい変わってないですね。全然変わってないって。翔平も変わってへんわ。いやいや、全然変わってないよ。変わってないか。いや、翔平も変わってないわ。はい、そのまんまや。起きますね。3年間も一緒やったらね。ほんまですか？ほんまやで。
少なめは好きや少なめやでそんなもん少なめやでそんなめっちゃうまいけどどこが少なめなの？少なめやで有名になってなかったら会ってなかったんで、お父さんから LINE 来て「あれ筑谷君だ」お店初めてです。初めてなんですね。はい、たまたま休みやったんで行っていいかって言ったら YouTube 入るけどいいかって言われたんでまあいいやんって言うから来ました。高校ですね、高校3年間一緒やったんでもうほんま英語ばっかっすね。英語とサッカーして遊んだばっかり。どんな高校生活を送られたんですか？高校生活ですか？はいそんなに言ったら多分長せんくなるんでありがとうございますどうも全然変わってないです今も。はい、ちょっと体でかいんで健康に気をつけて頑張ってください。まあ天才やからな嘘やなそんなことないけど昔からちょっと入れ物が違うんですけど、これね3個とこれが5個入ってますから保冷剤も入ってますからまたはいまだやってください。よく不明なこと。よく読めない。心配しとったのに。ありがとうございます。まだ来てや全然まだ皆さんで召し上がってください。プリンありがとうございますありがとうございます懐かしい30年ぶりですからねなかなか感慨深いものがあったっす。おおびっくりした。取りますね。よし。あの子な、ちょうどな、のりこさん、ここに出んねん。あんな感じの子が結構ここだがね。そうやね。ありがとうとかね、ごちそうさま、美味しかったですって言われるのがやっぱり生きがいやね。続けるつもりですけどね、僕は。ただここのお店がねどういうふうになるかわからんけど、わからないからね。このまま行けたらね、駐車場も広いしね、言うことないんですよ。なんでしょうね。全ての料理がお客様に食べて美味しいって言ってほしいですし。喜んで帰ってもらうのをこう目指しながら今日よりも美味しい料理が明日作れるんやったらそういうふうに作りたいと思ってずっとやっております。ありがとうございます。また来てくださいね。ありがとうございます。ちょっと閉めていいですか？
きっかけね理由ですね。いろんなことがあるんやけども、とりあえずお店はしたかったんですよ、昔から。娘が旦那亡くして帰ってきて1年ほどで、乳がんとかになって、そうしてる間に私の一番上の姉が一回り違うんですけど、急に亡くなったりとか、明日ってわからんなっていうのがあって、それやったらお金はないし0円からでほんまどうするみたいなとこだったんやけどでもやってみたいと思って、で、まあ、娘の働くところも確保してやりたいなっていうか、店を立ち上げて前に行けば、これから先娘が旦那亡くして子供を育てていくのになんとかなるんじゃないかなとかっていうのもあったりとかして、それで始めたんですけど。開業しました、5月に自粛が始まりますみたいな、どうしようってなって、友達がお弁当したらってアドバイスくれて、即お弁当に切り替えて、もうそのことを言ってくれてなかったら、あのままもう仕事できてなかったかも分からへんなとかって思いました。はい。すぐそれに切り替えたっていうのはほんまに髪がパッと違うからほんまに思いますけどね。そうやろ。私も40キロぐらいでずっと出てきた。ポペットの枕、いつもはキャベツにするんですけど、
野菜が高くなったからね。スパゲティにしようかな。これペペロンチーノ作ろうと思ってるから、アンチョビです。何でも作っちゃうんですか？何でも作れるものは作ります。今日ね、じゃあ18個。ちょっと味見する。一緒。何個食べる？ちょっと日焼けしたけど卵焼きちょっとこれお味噌汁作ります。具を作ります。
薄い。本当にもうね、分量の。そうなんです。わかんないけど。から手作りですか？手作り。この辺は結構作って香りが違うやろ？めちゃくちゃより強いですね。ね。コーヒー豆来ました。コーヒーも出されてるんですか？朝モーニングとかランチの時も200円でコーヒー提供してるんですけど、もうちょっと値上げしようかなと思って。いい香りするでしょ。めちゃくちゃ香ります。池本分かった。お客様ですか？そういつもね近所の人で9時並ばに来てコーヒー飲んでんや。斬新な入れ方。本当はちゃんとこうやって入れる。って言われそう。いつもはカップぬくめるんやけど猫舌なんですよ。このおっちゃんは角砂糖なんです。専用に置いてあるんです角砂糖が。うん、わかった。すぐ作るわ。手作りのアーモンドバターです。手作りのアーモンドバターです。多分本人はいいのにと思って。こんにゃく。教会のが。一番最後。どうしたの？なんか。あれ持ってきてよ。ほんま。モーニングのセットですか？そうですね。ここで出すときにはちょっともうちょっと違うもんもハムが入ったりとかっていうのもありますけど。ありがとう。はい。いいか。ちょっと見ようか。なんか違う人が来てくれてる感じ。
鶏独特の臭さってあるじゃないですか。をなくすために血合いだったりとか、極力皆さんに美味しく食べていただくために。皮がこんな感じ、薄く油とってにんにくとで生姜とお醤油も、そう文鮮醤油、これじゃないとうちの味は出ないんです。コーヒー冷めんまに飲んでき。お弁当用のワンネスが唐揚げと油淋鶏が入るので、お弁当用の紹介にも入るはずやろね。これはもう唐揚げ、普通に丸いのはこんな感じでお餅を作るような感じ。この形にしようもてしたわけじゃなくって、自然に丸なっとったんやろね。テイクアウトで来たお客さんが丸い唐揚げでボリュームがある唐揚げって聞いたんですけど言うて、唐揚げが丸いっていうのが一人歩き、私らが全然そんな思ってないのに自然にどこにもない丸い唐揚げっていうのができたから。その仕込んでる鶏の量がすごいですね。昨日これ12キロ。12キロ。おはようございます。お願いします。おはようございます。ありがとう。スパゲティ入れてくれるの？うん、入れるわ。うん。走ってこなあかんわ。多分そうめんいっとってやと思うんやけどな。
あれや、おっちゃん、このスパゲティのところに、青い葉っぱ。青い葉っぱで漬物。まあ多いぐらいでもええと思うんやけどな。そこないよ。そうだね。そうやね。おはようございます。おはようございます。なんか買ってくるようなもんはない？アルコールか。アルコール。いやー、見てない。これでそれ。はい、こんにちは。おかえりなさい。これほんなら唐揚げ弁当3つ分。3つはちょっとバッチですよね。バッチが大きなもう1個出そうか。ええか？あ、バッチある？ある、あった。ちょっとおります。充電したてな。うん。はい、こんにちは。はい。ありがとうございます。
噌汁お願いします。はい。置いて書いたってあかんな。一つ置いて。今日はミックスフライ定食です。美味しいです。熱々で、はい。明るい感じで、はい。いいと思います。お弁当に入れるやつか。もう2つしかないでな、お弁当。10分ぐらい。はい。すいません。お名前だけお願いします。溶けても下が凍っとったりするから。どうできた？なるほどな。おた。はい、どうぞ。ご新規1名様の案内です。いちちゃんのまねでした。気づいとんかなみたいなのがあるわ。からっていきます。はい、お願いします。お待たせしました。はい、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。ありがとう。お腹いっぱいになったかな。はい、ありがとうございました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。こんなにすいませんでした。ワンデス食堂大好き。ありがとう。嬉しい。ワンデス食堂大好きやってこと。すごいですね。ストレートで。紅茶その白いやつあるやろ、いくみ。これ？白いカップ。これ油淋鶏とないの1個。余った。制服が子供の制服が畜産の制服じゃなかったの。すいません。では410円のお返しになります。よろしくお願いします。いってらっしゃいませ。ありがとうございました。俺が来るのを待っとったんやけど。そう、待ってました。待ってました。ただいま。すいません。元気そうになってよかったわ、もう。はいなさい。お二人様で。はい。お待ちになりました。ベルでお知らせください。ご新規2名様ご案内です。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。失礼いたします。
じゃあできたるから持っていきます。とんかつできました。生のケーキ。結構早く食べてる。こういう感じで。美味しい。美味しい。最高です。美味しいです。唐揚げと。めちゃくちゃボリュームがあるというか、噛み応えもしっかりあって、めちゃくちゃ美味しいです。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ちょっと一番の下げてきてくれる。ゆずの皮を熱してもらいます。はい。いきます。はい、お願いします。あ、ごめん。はい、後ろの。これです。ありがとう。はい、お待たせ。はい、どうぞ。それだけやな。はい、どうぞ。いただきます。そうです。もう大好き、最高。食感もプリップリで食べたらなくなるのは当たり前ですけど、なくなっていくのが悲しくなる。めちゃくちゃなんかご飯が足りへんかもしれない。ミックスと鶏皮うどん。はい。ありよるで。はい。ご飯炊きましょうか。はい。何合炊く？炊きます。おかわり食べました。おかわり。ありがとうございます。すいません。またおっしゃってください。ありがとうございます。ご飯はこれでやるってからいつもやろうでやる。はい、ご飯おかわり。
食べ終わった後にまた来たくなる味なの。うんなっていうか店来たらいつも「おかえり」っていう一言で帰ってきた感あるもんな。また行きたくなるよな。姉ちゃんも早いしな。これ聞こえへんもん。もうな、600円。そうなんや、600円。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございました。こんにゃく美味しかったです。美味しかった。めっちゃ美味しかったのこんにゃく。ありがとうね。ありがとう。はい、ありがとうございました。僕らどれぐらいもう2年3年目ぐらいですね。初めて来てからずーっとハマってますずーっとハマってます間違いない。そうここ来ると元気もらえる。元気もらえるし、ほんまに美味しいし。なんていうのやっぱ家庭の味というか、本当お母さんの味がすごい染み込んでて、もうここでしか味わえないご飯、ここでしか味わえない雰囲気もあるし、お母さんにもう僕ら大好きですこれからもずっと来ますんで、はい、美味しいご飯、はい、いっぱい作ってください、はい、お願いします。ありがとうございます。ごちそうさまです。はいどうぞ。これ山菜ちゃん。笑顔で接客されているお姿が印象的かなと、ほんまですか。思
思ってるんですけども、はい、もう笑い上手なとこだけじゃないですか。いや本当にもう昔からやっぱりお客さんの声っていうものをすごく大事にされているんですか？そうやね、それはあるね。やっぱりお客さんがこういうのしてほしいとかって言って、それでできたのがだし巻きやったりで、エビフライもお客さんがエビ使ってるから素材が良かったらお客さんつくからねみたいな言ってもらって、でもほんま今すごいエビ人気で、それ言ってもらってなかったらちょっと安いのにしようかとか質を落としてちょっと安上がりにしようかとかって思ってたと思うんですけど、いい素材を手間暇かけて手作りでしていくことでやっぱり美味しさが生まれるんですね。で未だに新しいお客さんが来てくださるっていうね、4年目になるけども、もう野菜なんかも近所の人に助けてもらったりとか、その地元の人が使ってって言って持ってきてくださったりとか、もうすごい助けられてる。本当に従業員が作ったのを持ってきてくれたりとか、まあみんなの後押しがあるからこうやって前に行けてるからね、ほんまになんかほんまに周りの人に助けられて感謝でしかないっていうほんまに思ってます。お母さんとありがとうございます。行ってきます。また帰ってきます。ありがとうございます。ありがとう。おはようございます。元気よく言って。おはようございます。恥ずかしい。でもさ、今からどちらに？保育園に行きますって言って。保育園に行きます。おはようございます。朝起きて6時か6時半ぐらいに起きて送りに行って、でそっからバス乗って電車乗って向かいます。第1回戦の戦争が始まってで仕事行ってからが2回戦です。楽しい一日。行ってきます。いってらっしゃい。すみません、ありがとうございました。朝のいつもこのルーティン。もうずっとそうです。今日ちょっと余裕あるけど、いつももうなんかギリギリなんで走り回ってます。先ほどもおっしゃってましたけど、戦争。そう、ほんまに戦争です。店始まってからは1年ぐらいなんで、逆に休みの日とかあった方が急にその平日とか休み体調不良とかでやったら次の日めっちゃしんどくて、ルーティンが崩れたら体がだるいというか、多分動いてる方がいいんやろうなってめっちゃ思います。今日もすいません、改めてよろしくお願いします。こんな田舎に来てもらってすいません、ほんまに。
月曜日ってめっちゃ忙しいから基本は11時半間に合わせなあかんなって頭の中でだいたいこうやっていこうっていうのは決めていつも向かうんですけど、気づいたら11時半になってます。ほんまに何やったっけ、日本一長いかなんかじゃなかったですか、商店街。違かったっけ、多分一番長い、日本やったから分からんけど、なんかそんな商店街です。多分ここの一番端っこです。入り口、そうここですたまたま開いたんで、もともとここスナックやって、そうここおはよう。あ、ピーマンは上か。いや、でもすぐ。これもう全部下の。いや、違うね、もう。今日寒くないですか。働く前は離婚したのが4年前、子供を養っていかなあかんってなって、その直近で言ったら水商売やってたんですよ。北新地で水商売やってて、2歳からの夢はずっと CA やったんですよ。めちゃくちゃアホな高校やけど絶対入られへんって言われてたけど、もうほんまに死ぬ気で勉強して、そういう大学に行ってで、CA 目指してたけど、その結論から言ったら、コロナで受けもできないというか、でその時にもうなんていうのできちゃったやったからちょうどよかったんですけど、もう CA なんかももちろんなられへんし、主婦の道に一旦は行ったんですけど、でその後に結婚してね、離婚して新地で働いて、そこからがやばかったですね。今めっちゃ笑ってますけど、その時子供守らなあかんって、もう専業主婦やったから働いてないじゃないですか。離婚したら収入がなくなるで、そうもう死ぬ気で働かないで、それこそほんまに保育園も預けさせれない年やったから、下 3,4 ヶ月さえ成り立てとか、でもそんな感じでした。だからどうにかしてね、夜そんなめっちゃ出んでいいようにしてあげたいっていうのはずっと思ってて、夕方ぐらいに預けに行くんですけど、迎えに行くのは朝方じゃないですか、寝かしてくれてるから。でももう朝迎えに行ったら子供らは寝てるからめっちゃ元気なんですよ、帰ってくる時。でも私寝てないじゃないですか。だからその睡眠時間とかも長く取れて1時間みたいな。もう今やったら考えられへんけど、もうとりあえずもう生きるのに必死みたいな感じでした。ほんまに超どん底からもうめっちゃ波乱万丈というか、とんでもない母ちゃんやなと思います。自分が子供やったら。そうでもそういう運命やったんやなと思います。そうじゃなかったら多分慣れてないから店多分できてないと思います。そう多分導かれたんですそう導きそうお米をちょっと取りに行きます。上にないわ。やっぱりないの？下のはありました今。よいしょ。みんなお母さん。そうなんですよ。みんなほんまにお母さん。ほんまにっていうか、そうお母さんです。基本そのなんていうの募集の仕方を女性がいいなと思ってて、でその夜働いてる時ももちろんシングルもめっちゃ多かったんで、思ってたのが、お金と子供のためだけに同じ時間働くんやったら生きがいとかやりがいとか、ほんまそれこそ笑顔で
できた方がいいよねっていうのはずっと思ってて、なんかどうせ働くならほんまにこう仲良くって言ったら綺麗事かもしれんけど、まあ、メリハリつけて楽しいこともちょっと悲しいことも大変なことも同じ気持ちを持てる人と働きたいなってずっと思ってて、安心しません？そうなんかこうおかんって聞いただけでおかんがやってるらしいって言っただけでなんかちょっとこう行こうかなって自分もなるから、そうですね感じかな。最初に豚汁に入れるごぼうとレンコンをちょっと炒めてます。そのごぼうを切ってます。豚汁はもう定番とかなんですか？あ、そうなんですよ。メインとかそう売りで。結構豚汁具だくさんなんですけど、結構定食だけでもお腹いっぱいになると思うのでおかわりしてくださる方とかもいて結構人気ですね。綺麗なお野菜そう持ってきてくれるんですけど、いつもほんまにこれぐらいもっと大きいのとかあります。たまに人参とかもこんなめっちゃほんまに大きいいいお野菜もともと自分が豚汁好きっていうのもあるんですけど、定食屋とか行ってもあんまりそのなんか本当に一から全部作っててお野菜とかにもこだわっててっていうのがあんまりこの辺にないなと思って、普通のお味噌汁よりかは豚汁の方がお野菜もいっぱい取れるし、最初だからだし巻きを売りにしてたから、だし巻きはおかずじゃないみたいな、なんかこう副菜というかお肉あってだし巻きとかやったらわかるけどっていう人が結構多いイメージがあったから、それやったら豚汁もおかずになるよなと思って満足されるように。1階ではお一人なんですか？そうです。11時半になるまで一人です。基本下のことは任せといてって言ってます掃除とかももちろん時間なかったらやってもらうんですけど、自分でさあ今日も始まるぞっていう気持ちが締まるんで、掃除とかも全部します自分が。なんかこう一番やっぱりこうねリーダー動いてなんぼやろうって思うタイプなので。だから香りがめっちゃいい香りになるから、ごぼうはちょっとあくのたびにちょっと焦げ目つけて、で豚もちょっと焦げ目つけて、いやめっちゃ美味しくて裏技裏技なんていうの、こだわり裏技。にんにく、これは生姜です。私の母親の豚汁に生姜とニンニクが入ってて、お母様そうママがそう料理めっちゃ上手で、それもありますね、豚汁が好きなのは。この料理になられたのはそれがきっかけなんですかね？そうですね、お料理できた方がいいよ女の子はっていう感じで、本当にちっちゃい時からそ
その時はやらされてるっていう感覚やったけど、お料理めっちゃ上手やって、おやつとかも全部手作りやったんで。ちょっと蒸します。色綺麗しいいと思う。いいよ。多すぎる。すいません。麻婆豆腐を先作ります。味付けももう目分量。目分量です。毎日味違う。どこかで学ばれて。はい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 。いや全然麻婆豆腐っていうか辛い食べ物がめっちゃ好きで、それこそ麻婆豆腐とかもめっちゃいろんなところ行って食べて、なんか美味しいなと思ったら、なんか食べた時にあこれ入ってるんや入れてみようみたいな感じで、どんどんなんかこれ足そうあれ足そうってやっていったら、そう美味しくなりました。ほんまに独学です。なんかでも大概ニンニク入れたら何の料理でも美味しい気がする。分からんけど。これね、水入れるじゃないですか。次めっちゃ重なるんですけど、すんごい顔なるんですよ。重すぎて。だからそこ映さんといてください。ほんまに鼻の穴すごいことなるんで。でもめっちゃ重たい。多分これ30キロぐらいもっとあるんちゃうかな。それは言い過ぎた。
しでした今日頑張った作るのじゃなくて火を通して最後に合わせて作るっていう調理方法でやっています。焦げ目もついて中までしっかりふっくら火が通るのですごい美味しいと思います。混ぜますまだ回してないそれ。普通に入れていきますよ。バーってすごい香りますね。ねえ、美味しそう美味しそう。もう味見すんでもいいかなって最近思ってますじゃあ辛いの食べ過ぎてそうまだちょっと病み上がりやから胃がしっかり中華鍋も使われてるんですね。そうなんです。でもなんか可愛いミニサイズです。めっちゃ軽いですだからミニサイズを使ってます。いきます。私も
育てしてて久しぶりに働いたのここだったんですけど、できることを生かしてできるかなと思って、考えること多いので大変なんですけど、メンバー面白いんでやってて面白いすずちゃん含めやってて楽しいです。自分たちで考えてご飯作ったりとか、なんかそういうのができるのもすごい楽しいですし、たまにみんなで飲みに行ったりとかそんなんは楽しい。みんな本当に仲がいいので、それは一番の財産やね、ここで知り合った。プラス200で酢豚サワラの最初で、お客さんがこれ見てメイン選んでいただくっていう感じです。毎週月曜日に新しいメニューになるので、週替わり、あ、そうそう、週替わりで、今週は甘酢あんたっぷり酢豚とサワラの西京焼きです。麻婆とカレーは、あと卵、だし巻き卵はいつもあります。そこにも GoPro あるんですね。入り口に入ってくる。豚汁が全部に入ってる。そう入ってて、カレー以外全部入ってて、そんでメインが週替わりで A、B、もう C いつもあるんで、基本 A、B、C から選べて、なんかボスランチっていうのがあって、おばんざいが5種類かなと、メイン2つとご飯、豚汁、サラダでは結構もうお腹いっぱいになるけど、なんかもういろんなの食べれるんで、それそう全体的にもう赤いかも。
お待たせしました。運動神経いいね。バスケット。酢豚が2つと、サワラが1つ。これなんか回ってる。置いといてください。回るんです。回るんですか。はい。酢豚にサワラ1。はい。東京なんですね。よく来られるんですか？何回目かですね。何回かです。僕ら東京ですか。はい。東京なんです。僕は近所なんですよ。今日は東京からお見えなので、今日はランチはここにしようと思って昨日から決めてました。お盆前すぐさん来たら豚汁なんです。そうなんですよ。そうなんです。豚汁好きです。それで1000円でしょ。ありがたいですよね。すいません、お待たせしてます。お待たせしました。酢豚です。はい。もう一つ酢豚です。お待たせしました。入ってます。はい。終わってます。多く入れたら色出ることに気づいて。今日10号に対して8ぐらい入れました。出てきます。いらっしゃいませ。こちらどうぞ。A にします。はい。はい。いつも綺麗に食べて帰ってくれます。本当に気持ちいいぐらいね。魚でも骨までなくなってる。気持ちいいぐらい。いや若いのにしっかりされてるなと思って感心してるんですけどね。料理美味しいです。サラダを下に入ってる。入ってる？今日は撮影。すいません、大変お待たせいたしました。だし巻きです。重たいのでお気をつけください。もう一個豚汁お願いします。はい。酢豚お待たせしました。お待たせします。それにスキンを入れてください。酢豚にサワラ。はい。3000円。ありがとうございます。1200円で。ごちそうさまでした。ありがとうございました。気をつけて。この町は昔から知ってるんですけど、最近お昼ご飯高いんですけど、ここは1000円とか1200円で食べれるんで、それはお買い得感があります。野菜の量も多いし。僕初めてですね。めちゃめちゃ美味しかったです。一日中頑張ってはるから頑張ってねですね。また食べに来ます。すごい皆さんめっちゃ綺麗に食べられてますね。ありがたいですね。綺麗に食べれんかったらみんなめっちゃ機嫌悪くなる。いらっしゃいませ。絶対映りたいから来たよ、また。ヘルプ。あ、2つと、酢豚2つ。 1つがご飯少なめ。はい。もう1個がサワラ。はい。酢豚2のサワラ1で、サワラご飯少なめ。酢豚か。酢豚でいいですか。はい。モスです。モス。はい。ここはおかずのバランスがとてもいいです。健康に気を使うその時のためにここはよく利用させてもらってますね。あとお店の方の感じがいいですよね、皆さん。まず味は大事
ですけど、まあ、プラス感じもいいのでいいです。頑張ってください。家賃払うのだるい。サウラ OK って言います。でちょっと少ない方です。ライス小です。はい、さっき酢豚です。ちょっと重たい。ゆうさんご飯こんなもんでいける？全然いいね。ありがとう。はい。サンキュー。いける？どうですかお味は？美味しいです。職場近くて時間ある時とかは外食続いた時はなんか手料理食べたりとかよく来てます。常連様とかは結構多いんですか？あ、でも結構多いですそう、もう常連どころじゃないぐらい常連です。自動的にあ、これ好きやなみたいな感じで、なんかその常連さんは基本覚えてます。この人椎茸嫌いやなとか、ひじき嫌いやなとか、ポテサラ好きやなみたいなのは覚えてます。だから入れるようにします。期待くれたら。地道な努力が大事ですよね食堂のおばちゃんならぬ食堂のお姉ちゃんなんで。はい、4000円のお戻しです。ありがとうございます。ありがとうございます。近かったかな。そう、1時間半ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、お待たせしてます。まず一つ目、結構すぐ巻いてるんで。これがすいません、お待たせしてます。はい、しました。足早いし。運動神経いいね。バスケット。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。あんな感じ派手に見えますけどすごい聞き上手やったりするんで、まあファンも多いんじゃないかなと思います。なんか小さいところにも手抜いてるところを見たことがないというか、至るところにこだわりが詰まってるというか、まあ、プロ意識っていうところがあるところっていうのはすごいなと思いますし、いろんな意味で刺激はもらってますね。なんかいろんな人の心に響く、あ、すずちゃんに会いに行きたいなって思われるような店になったらすごい僕らも嬉しいなと思うので、まあ、僕たちはずっとファンで居続けて応援しようかなと思ってます。いつも美味しいご飯を食べさせていただいてありがとうございます。これからも一緒に頑張っていきましょう。おばんざいの量もすごい品数が。そうなんです。なんかこうそのボスランチやったら5種類絶対なかったらあかんから、そうなんか私の中で例えばそのお連れさん2人来てたとしたら全く同じおばんざいじゃなくて、なんかこうあ、こっちはこんなおばんざいなんや、こっちはこんなんなんやの方が面白いっていうか楽しいなと思って、基本おばんざいの量は種類は多くしときたいなっていうのはありますね。11種類。11種類ですね。すごいと思います。本当にみんなほんまに最初バタバタしてたんですけど、めっちゃ手際がやっぱり慣れってすごいなと思って、そうみんなそのポジティブなんですよ。例えばですけど、私が今日めっちゃ暇やなみたいに言っても大丈夫大丈夫みたいな、いやでもまた明日頑張ればええやんとか、何かがあっても助けてくれる強い、ほんまに友達とかじゃなく仲間、そうそう、いい仲間やなってほんまに思います。年とか関係なくみんな子供をして同じ忙しい中すごいこう人のことを思えて、私めっちゃ気強いんですけど、そうなんかみんなとおったら気がちょっとだけそう優しくなれる感じですね、ほんまに。はい、そんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。よいしょ。そんなわけ。どうやっ
って集まったメンバーというか、あずさちゃんはあれです。 SNS なんか TikTok を見てきて、その働きたいって言ってそう来てくれて、あずさちゃんです。どうでしょう。最近からですか？3月半ばぐらいから娘が一人でシングルなのでなかなか夜は働きに出れなくて、その時にたまたま TikTok ですずちゃんが流れてきて、おばんざいすずのインスタグラムに飛んだらちょうど求人も募集されてて、それでもうここやってなって、すごいもう本当に皆さんいい方ばっかりで、来たらもう楽しくて一瞬で時間が過ぎます。はい。あとなんか祝日たまに営業するんですけど、その時とかはもうみんな子供連れてきて、で上がちょっとスペースあるので子供だけで遊んでもらって、お母さんたちは仕事っていうのもすごくシングルからしたら助かります。めっちゃもう全部がいいと思います。皆さん作られるんですか？作れるように今頑張ってるとこなんですよ。もし失敗したらカットで。それにヒットしてくれるから。飲みまくる。介護で見たら。同じなんですよ AI も。真似をして。そうすると格差も広がるんですよ。そうですよね。何がいいですかね。何がいいでしょう。やっぱりトップ。全然。みんなコンピューターやってくれたら。すいません。いかがですか今日の出来栄えは。何点ですか。言いにく。100ではない。だから私はなんか強火、常に強火だから焦げやすい上に手早くやらないといけないんで、繰り返すのが難しいって感じで、何回かこう家で練習したりとか残って卵を持ってきて練習したりとか何回かやりました。だけどやっぱりそういったのがうまい。でも採点もちょっと厳しかったでしょ。まだまだ伸びしろがあるってことですよ。っていうふうに考えて。ありがとうございます。ありがとうございます。プログラムの勉強ね、仕事でやるからすぐ覚えるじゃないですか。学校の先生？だってほっといてもスマホは聞いたら南ちゃんよりしていた。ほら南ちゃんの時に言ってくれた。そう昼じゃないよ。年下やからお前何せんねんと。IT 業界もまあとこ探しまんねんから。でもあれ以上は IT 系はこの名前はね、鈴の麻婆豆腐。鈴の麻婆豆腐。森さんがそう勝手にあれやから。絶対いちいちで絶対麻婆豆腐なんですよ。何時に来ようが雨が降ってようが絶対豚汁ちゃう麻婆豆腐。辛みとか足されてましたけど覚えてらっしゃる。もちろん。はい、辛いのが好きなんで、すごい人によってめっちゃ覚えてます。この人だし巻き好きやなとか、ポテトサラダ好きやなとか、ひじき嫌いやなとか、なすび嫌いやなとか全部覚えてます。中でもそれで鈴さんの作る麻婆豆腐がお気に入り。でも給料はラブ麻婆豆腐やな。お店の雰囲気作りですごく大切にされてることはあるんですか？あります。なんかお母さんがやってるからお母さんがやってるのになんかもうピリピリしてるとか嫌じゃないですか。自分の家のようになんか例えば実家帰ったらちょっとなんかホッと
とするというか雰囲気が良くて、やっぱりその働かれてる方とかも多いからやっぱりなんかこうホッとするやなみたいな、お母さんなんか優しいというか、まあ、味もやけどなんかこう雰囲気もどんだけ忙しくても笑顔でいいよねっていうのはもうみんなで話してて、例えばですけどスタッフ同士も喋る時も気をつけたりしてるし、最初の方はやっぱ余裕なかったんで結構ピリピリしてたんですけど、そうやってちょっと心がけるようになったら本当にそういう感じ、結構雰囲気がいいって言ってくれることが多いので。もうあんた17、18の顔してるんだよ。そうですね、発泡創作和食タッパーでおろしてほしいです。そういつもねあれに入れるんですよ。これは何を？これまかないです。20と45が45を入れたい。じゃあその45リッターの袋ください。いただきます。普通のちょっとフォローなんていうのラメが粗い。でこうやってね。これをブスランチです。魚全部一緒やと思う。英語しか魚編のやつ全部一緒に。チーってなんか美味しく感じるもんね。相性は間違いない。みんなのコメントを引き出せるように。素晴らしい。ありがとうございます。開業をするっていうのはもうずっとこのお店をしたかったんですか？したかったですよ。ずっとしたくて、たまたまその元なんていうの旦那も結構体とか鍛えてたりしてたんで、結構食にはこうちゃんとしたいねって思ってたんでしてたんですよ。それで自分もそのなんかこうスポーツも好きやし、ね、食べ物好きやから、あこれ取ったらこれにいいんやとかそういうのをまあ勉強しててめっちゃこれ健康なカフェとか作ったら売れんちゃんみたいな感じで絶対やろうみたいなやりたいってなって、それぐらいの時からそうずっと思ってはいたんで、まずは一番最初に出るのはやっぱ感謝っていうのはすごいあって、多分めちゃくちゃ
わんぱくやから、私がすごい多分気使わせちゃってるやろうなってふと思う時あるんですけど、なんかやってる時ってそこまで頭が私回らへんくて、でも何も言わずになんかそっとこうフォローしてくれたりとか、なんかそういう時に私ってちっちゃいなって思ったりするんですけど、そういうことを気づかせてくれる存在というか、責任者やからとかパートやからとか関係ないと思ってて、私一人として見てるし接してるんで、向こうもそう思って接してくれてるんで、一切そのみんなの口からネガティブな言葉を聞いたことがなくて、いつも前向きにやってくれてることに対して本当にね、感謝しかないなって思います。続けるってすごい難しい。だからやっとまだ1年って思うぐらいなんで、そのお店開けてから。だからこれから先もめっちゃいろんなことあると思うけど、仕事だけに関わらずお母さんなんで子供のこともあるし、でも息抜きする場所でもあるし、一生懸命なれる場所でもあるし、そういう場所でありたいし、そういうみんなでいてほしいなって思います。はい。